ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。最近は気温も上がって過ごしやすくなってきたわね。花粉症には辛い季節がやってきたけどな。私は花粉症じゃないから辛さはわからないわ。花粉症は突然発症するから油断禁物だぜ。一生花粉症にはなりたくないわね。くしゃみもだけど、目のかゆみはほんと辛いぞ。花粉症の人はロレマラも大変じゃない？花粉症のランナーさんは大変ですが、頑張ってください。それで、今日は何の小話？以前にコメントをいただいたんだけど、19歳でエクスプローラーを購入したそうなんだ。19歳でエクスプローラーを購入ってすごいんじゃない？昨年でもエクスプローラー 36mm の定価は、税込み103万6200円もしていたんだぞ。100万円を貯めるのも大変よね。20歳前後で100万円の貯金ができる人は、将来絶対成功できると思うぞ。私もそんな気がするわね。レ夢ムは貯金しているのか？私は酔い越しのお金は持たない主義よ。若いうちにお金を貯める習慣を身につけた方がいいぞ。大きなお世話よ。今回はこれから新社会人になる人もいると思うから、最初に狙うおすすめロレックスを紹介するぜ。正規店で購入するのは大変じゃない？客足が戻りきっていない今がチャンスかもしれないぜ。でも、ロレックスはやっぱり新社会人には高額じゃない？確かにな。じゃあ、最初に一本手頃なおすすめ時計を紹介するぞ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。腕時計に興味がある人や、ロレックス好きの人は、チャンネル登録してくれると嬉しいぜ。コメントもいただけるとすごく励みになります。ゆっくりしていってね。最初にロレックス以外でおすすめの1本を紹介ね。ひねりも工夫もない、ド直球だぜ。楽しみね。早く紹介しなさいよ。基礎 PRX パワーマティック A ケ。価格は、税込み10万7800円。ケース計 40mm、パワーリザーブはなんと80時間だ。見た目もかっこいいじゃない。実機も見たことあるけど、コスパお化けだと思ったぜ。新社会人の人でも奮発すれば買えそうな価格ね。シースルーバッグになっているから、機械好きにもたまらないな。でも、ケース計が 40mm だと女性には少し大きいわね。そこも抜かりはないんだぜ。そうなの？ケース計 35mm も展開しているんだぜ。好みによってサイズが選べるのは嬉しいわね。他にも、イエローゴールド PVD コーティングされたモデルや、手頃な価格で販売しているクォーツ式もあるぞ。これは、初めて機械式時計を買う人にはおすすめかもね。そうだろ？普段時計をつけない人も増えていると思うけど、1本ぐらいは持ってた方がいいと思うしな。スーツを着た時などは、つけてた方がスマートに見えるわね。興味を持った人は、ぜひ実機を試着してほしいぜ。じゃあ、本題のロレックスを紹介してちょうだい。わかったぜ。多くの方が予想していると思うけどな。なになに？デイデイと40イエローゴール。そんなわけないでしょ。ちょっとボケてみただけじゃないか。真面目にやりなさいよ。ごめんなさい。チャンネル変えられちゃうわよ。真面目にやります。気を取り直しておすすめの初めてのロレックスは、リファレンス124270、エクスプローラー 36mm。税込み価格は、110万4400円。マリサはエクスプローラーが好きよね。大好きだぜ。時計の機能としての視認性などはデートナより上だと思うぞ。確かに時間は見やすいわよね。難点があるとすれば、最初にエクスプローラーを購入してしまうと、もう満足して他の時計に興味がなくなるか、ロレックス沼に思いっきりハマってしまうかのどちらかだぜ。そんなに魅力がある時計なの？美人は3日で飽きる、ということわざがあるだろ？失礼なことを急に言うわね。いやレ夢ムは大丈夫だろ？そうかしら？外見の美しさだけで中身がない女性は、3日で飽きられてしまう。美しさだけでは、すぐに魅力が失せてしまうという意味なんだけど、エクスプローラーは20年以上愛用してても飽きないぜ。例えがよくわからないけど、なんかすごいことに聞こえたわ。壊れたりもしないの？オーバーホールには出しているけど、壊れて修理に出したことは一度もないな。さすがロレックスは丈夫ね。古い時計だけど、時間の精度はどうなのかしら？当たり個体だったのかもしれないけど、最近のモデルと比較しても遜色ない精度だぞ。コスパ最強じゃない。20年使うとしたらオーバーホールの費用などもかかるけど、税込み本体価格で計算したら、20年間を7300日として、1日約151円だぞ。長く使えば使うほどコスパが上がるわね。しかも、その時に買い替えで下取りに出したとしても、ロレックスなら下取り額が他のブランドよりも高いはずだ。もうただみたいなもんじゃない。冗談みたいな話だけど、20年前に購入してたら、ただどころかお金が増えてしまうぜ。みんながロレックスを欲しがる理由がわかるわね。今から20年後のことはわからないけど、本体価格は値上げで年々上がっていくだろうから、20年後でも二足三門ということはないと思うけどな。
ロレックスを1本持っててもいい気がしてきたわ。時計を見ると気分が上がるし精神的にも良いと思うぜ。でも、正規店で購入するのは大変じゃない？それがタイミングよくコメントをいただいたんだけど、初正規店訪問でエクスプローラーを購入された内容のコメントだったんでびっくりしたんだ。初めての正規店訪問で購入できたなんてすごいわね。それもエクスプローラーだぞ。きっと素敵な人なのよ。販売員さんが転売ヤーじゃないと判断したぐらいだからな。ご購入おめでとうございます。制限中のランナーさんが復帰する前だからチャンスだぜ。今がチャンスかもしれないわね。チャンスはあると思うな。でも、110万円ぐらいするから、貯金がない人は無理ね。そこは自己判断になるけど、並行店で購入するのも、選択肢の一つとして検討しても良いと思うけどな。だけど並行店だとプレネになるから高いでしょ？そこも考え方だと思うんだ。どんな風に？レイムが110万円貯めようとしたら、どれくらいかかりそうだ？私は一生無理ね。レイムに聞いたのが間違いだったぜ。将来は玉残しに乗るから大丈夫なのよ。レイムは例外にしても、貯金するのは大変だと思うんだ。すごくわかるわ。2022年の税込み価格は、79万3100円だったんだ。3年間で30万円以上値上がりしているのね。もし3年前に購入資金の80万円を貯金しようと始めてても、30万円不足していることになるだろ？そうね。3年間で80万円を貯金しようと思った人なら、30万円貯金するのに1年間ぐらいは必要な計算だぜ。1年後には、また10万円ぐらい値上がりしているかもね。そうなんだ。だったら3年前にプレネで購入しても、あまり価格差はないと思うぞ。それに購入してたら3年前から使えているわね。銀座ら新産でエクスプローラーを探してみたら、新品が税込み価格145万円で販売されてたぜ。プレネが34万5600円ついているのね。3年後は正規店販売価格も同じぐらいかもしれないだろ？改めて数字で見るとエグい値上げ幅ね。銀座ら新産だと48回まで無金利ローンも使えるぞ。無金利ローンは嬉しいわね。支払いシミュレーションだと、月々3万円ぐらいだな。年間36万円貯金できる人なら大丈夫ね。購入してしまえば値上がりしても支払い額は変わらないな。でも、値下がりする可能性だってあるでしょ？それはもちろんあるけど、定価が下がるようなことがなければ、大きく値が下がることはないと思うけどな。それでも可能性はあるから判断は自己責任ね。そこは自己責任で判断して決めてください。並行店で購入するメリットは分かったけど、やっぱり正規販売店で購入したい人もいるんじゃない？誰だって正規店で購入したい気持ちはあるよな。でしょ？それにロレックスファンなら正規店にお金を落としたい、という気持ちもあるよな。ブランドの発展に貢献したいしな。正規店に名前を登録されているなんて気分もいいじゃない。転売ヤーじゃないお客さんと認定された嬉しさもあるな。そんな人はどうしたらいいのよ？正規店で購入なら購入資金が溜まっている前提だけど、レイトジャスト 36mm をおすすめするぜ。理由は？ロレックスの3大発明が全て詰め込まれた代表モデルだ。でも、人気のフルジュビは 36mm でも購入が大変じゃない？そこはフルジュビにこだわる必要はないと思うぞ。そうなの？今回は新社会人の人へのおすすめロレックスだぜ。そうよ。人の好みはそれぞれだし年代によっても変わると思うけど、スムースベゼルにオイスターブレスだとカッコ悪いか？カッコ悪いことはないと思うわ。今の若い人の感覚はわからないけど、私の若い頃ならフルジュビは親父臭い印象だったな。そうかしら？どっち？と言われたらスムースベゼルを選んだと思うぜ。そうなのね。エクスプローラーはスムースベゼルにオイスターブレスだぜ。言われたらそうね。デートジャストだからカッコ悪いにはならないだろ。デートジャストは素敵な時計よね。それにデート機能もついて利便性も上がっているぞ。そうよね。それで税込み価格113万5200円なんだぜ。デートジャスト機能がついているのに価格がエクスプローラーと同じぐらいならお得じゃない？そうだろ。なんでフルジュビが人気なのかしら？高級腕時計は購入する年齢層が高いから、その層には高級感のあるフルジュビが人気なのがあるな。購入したい年齢層が高いから需要もそうなるのね。あとは資産性もフルジュビの方があるしな。同じ価格なら人気がある方が欲しくなるわね。今回は若い人が使うことを前提にしているから、資産性よりも価格と購入しやすさを重視してのおすすめだ。そうね。若いんだから、ガンガン使い倒すぐらいでいいわね。大きな傷も将来は懐かしい思い出になるぜ。傷が味わいに変わるのね。デートジャストはダイヤルカラーも豊富だから、エクスプローラーより人と被らない気もするぞ。フルジュビ以外ならエクスプローラーより購入しやすそうね。ぜひ、検討に加えてもらえたら嬉しいぜ。今回の小話はいかがでしたか？
少しでも動画が参考になったり、興味を持っていただけましたら、チャンネル登録&高評価していただけたら、すごく励みになり嬉しいです。動画も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、もう一本視聴していただけたら、すごく嬉しいです。コメントも残していただけると喜びます。ご視聴ありがとうございました。